こんにちは。闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。スカイリムの両手武器って弱いと思いませんか？攻撃力なら片手武器の二刀流の方が上ですし、防御力では盾の方が上となってます。特に気になるのが攻撃モーションの遅さで、単に時間ごとのダメージが低くなってしまうということもありますが、何より使ってて快適さに欠けると感じます。そこで今回は最近見つかったばかりのシングリッチを駆使して両手武器を救済するビルド、暴走ウンブラの作り方を紹介します。まずは種族ですが、ウッドエルフの女性にします。種族特性の毒耐性がこのビルドと相性がいいのと、前作でのウンブラの持ち主がウッドエルフだったらしいのでそのイメージを重視しました。名前は、ウンブラにしようと思ったのですが暴走してる感が足りなかったので、ウンブラーにしました。それではヘルゲンを脱出します。ハドバルとレイロフどちらと逃げるか選べるのですが、今回はレイロフルートにします。そうすると砦なりの敵が帝国軍兵士になるので、レイロフと協力して殴り倒して、死体から帝国軍の鎧を1セット入手しておきます。残りの敵は無視して駆け抜けますが、回復薬はなるべく回収していきます。ヘルゲンを脱出したら、魔術師の石碑をセットしてから、ホワイトランへ向かって、馬車でウィンドヘルムまで移動します。そこからさらに南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらえます。そうしたらすぐそばの空種の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのまま空種の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で素人のフードをかぶってみると、血虫の兜によってマジカの上昇量が強化されます。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これが令和のスカイリムの新常識なのはシングリッチが発見されても変わりませんね。クエストが完了したら、黒痕跡など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいのでリフテンに移動して、商人にこれまでの戦利品を売り払います。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。そうしたら宮廷魔術師のウィランドリアから、豆苗と聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルからマーラのアミュレットを購入して、マーラ聖堂でマーラの祝福を得ます。これで回復呪文の消費を 25% 軽減できるようになりました。それではウィンターホールドに移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋で休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを開始します。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これはマジカの最大値が上昇する効果に見えますが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ミッテンに入って、ドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、コレットから聖者の息吹を購入して、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。次は編成スキルを上げたいのでソリチュードに移動して、門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上がっていきます。あまりに早すぎて表記が追いつかないので、こまめにスキルツリーを開いてスキルレベルを上げすぎないよう気をつけます。ただしまだレベルは上げたくないのでスキルツリーを開くのは一瞬だけにしておきます。そうして編成スキルが70まで上がったら、すぐにマップを開いて、離れた場所にファストトラベルします。これでスキルレベルの上昇が止まって余計にレベルアップするのを防げます。
次はこのビルドのメインとなるウンブラを取りに行きたいのですが、ボスが強すぎて現在の戦力ではどうにもなりません。というわけでまずは対策のためのアイテムを取りに行きます。ソリチュードでデルベニンに話しかけて、乱心のクエストを開始します。ベラミウスの心の中でシェオゴラスからいくつか課題を出されるのですが、基本的には杖を当てるだけなのでそんなに危険はありません。というわけでクエストをクリアしたら、ババジャックが手に入ります。次は移動手段が欲しいので、アルケイナウムでカウンターの上のメモを読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東で一角獣を捕まえるクエストで、しばらく乗り続けていれば自分の馬として飼いならせます。そうしたらそのままリフテン北東にあるチャンピオンズレストへ向かいます。洞窟の内部に入ったら、このタイミングでスキルツリーを開いてレベルを上げます。ステータスの上昇はすべて体力に振り分けて、レベルは17まで上がりました。それでは血虫の兜をかぶってからパークを取得します。最初に回復パークの聖職者を取得してから、編成パークの魔法耐性ランク3を取得します。それではマーラのアミュレットと素人のフードに装備を戻してから、チャンピオンズレストの攻略を開始します。内部では主にドラウグルが出現しますが、敵のランクはダンジョンに入った時点のプレイヤーのレベルで決まるので、レベル1で入ればほとんどの敵に聖者の光が有効になります。というわけでボスの元までは簡単にたどり着けます。最初のうちは攻撃が効かないので逃げ回って、しもべの召喚と同時に無敵が解除されるのでワバジャックで攻撃します。ワバジャックはランダムで様々な効果が発動する杖なので、しもべを召喚する直前から何度かやり直せば、そのうち即死が発動して一瞬で倒せます。あとは死体を調べれば、ウンブラが手に入ります。その後は広間内の金目のものを回収して、奥の部屋に魂入りの黒鉱石が落ちてるので忘れずに拾ってから外に出ます。それではウンブラについて解説します。ウンブラは体力吸収、スタミナ吸収、コンバクの3つの付属効果を持つ両手剣です。体力吸収はダメージを与えつつ回復できる強力な付属ですし、スタミナ吸収はパワーアタックのスタミナ消費が大きい両手武器とは特に相性がいいです。さらにコンバクで重点用の魂まで捕獲できたりとかゆいところに手が届く組み合わせとなってます。攻撃力もデイドラのグレートソードと同等で両手武器の中でも最高クラスです。このように見た目上のスペックはかなり高いのですが、両手武器である以上どうしても攻撃速度の遅さが欠点となります。この欠点をシングリッジを使って克服しようというのが今回のビルドの目標です。とりあえず次は吸血鬼を直しに行きます。モーサルでファリオンに黒鉱石を渡して、儀式場まで来たら、血虫の兜をかぶった状態でファリオンに話しかけて、吸血鬼を治療します。本来ならこれで聖職者や血虫の兜による強化は受けられなくなるはずですが、試しに素人のフードをかぶってみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに聖職者や血虫の兜によってマジカの上昇量が強化されてます。これがこのキャラを序盤でアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。さらにウッドエルフには 50% の毒耐性があるわけですが、種族特性は種族が変化する瞬間に聖職者や血虫の兜の効果を得てると強化されるので、現在の毒耐性は 78% まで上がってます。次は戦士スキルを鍛えたいのでまずは鎧を取りに行きます。酔いどれハンツマンでメモを読んで勇者の戦いを開始したら、帝国軍の鎧を着た状態でドール城のアドベンタスに話しかけて、帝国の武器庫の鍵をもらいます。この鍵で武器庫の宝箱を開ければ、帝国軍のドラゴン鎧一式が手に入ります。これらを装備したら戦士の石碑をセットして、馬を適当な角に配置してから、ムンブラで殴って両手武器スキルを鍛えます。しばらく殴り続けて両手武器スキルを70まで上げたら、次はホワイトランから西に進んで、眠りの木の野営地へ向かいます。ここで難易度をベリーイージーまで下げてから、巨人やマンモスに殴られて重装スキルを鍛えます。残り体力がわずかになったら、すぐ近くの洞窟に避難して、1時間待機すれば体力が回復するので、これを繰り返せばいくらでも殴られ続けることができます。というわけで重装スキルを70まで上げました。それでは重装パークのジャガーノートランク4、適切な装備、最適装備、両手武器パークのバーバリアンランク4、当時の構え、
大打撃、クリティカルパワー、なぎ払いを取得します。これでスキル稼ぎが終わったので次はドーンスターから北に進んで、太閤の石碑へ向かいます。血虫の兜をかぶった状態でこれをセットすれば、パークと合わせて魔法耐性が上限の 85% まで上がります。次はソリチュードのレディアント装具店で、万力の指輪 U と万力の首飾り U を購入します。それではいよいよ暴走ウンブラの暴走要素を取りに行きます。リフテンでラットウェイの入り口のメモを読んで、引き裂かれた魂のクエストを開始します。手持ちの痕跡でウンブラを充填して、内部の敵を倒しながら進んでいきます。体力吸収とスタミナ吸収が強力なので、充填さえすれば特に苦戦することはありません。少し進むと幽霊が出現するので後を追いかけて、ガーディアンの宝物庫に入ります。中央にはこれ見よがしに剣が刺さってて、封印を解くために3つの部屋でそれぞれのガーディアンを倒すことになります。そんなに強くありませんが一応フジが切れたら充填しつつ戦って、2体目のガーディアンを倒したら、部屋の左奥の鉄格子を開けて、机の上のベリックのメモを読みます。するとクエストが発生して、リフテン西のファルダーズトゥースを調べるよう促されます。このクエストを発生させることが目的だったので、残り1人のガーディアンは無視して外に出ます。クエスト目標はファルダーズトゥースとなってますが、あえて眠りの木の野営地へファストトラベルします。そこから少し西に進むと、崩れ落ちたファング洞窟に到着します。内部の吸血鬼はかなり強敵ですが、体力吸収とスタミナ吸収があればどうにか倒すことが可能です。この洞窟のボス宝箱を開けると、ブラッドサーストが手に入ります。本来ならファルダーズトゥースでメモを読むことでブラッドサーストのありかがわかるという流れなのですが、場所さえ知っていれば直接崩れ落ちたファング洞窟に向かって問題ありません。それではブラッドサーストについて説明します。ブラッドサーストは複数の富士効果を持つ片手剣で、重要なのは速度が 7% 上昇するという部分です。説明では分かりにくいですがこれは武器の攻撃速度を上げる効果となってます。今回のビルドで使うウンブラは両手武器なので関係なさそうに思えますが、これからこの攻撃速度上昇効果をシングリッチを使って両手武器に適用させます。まずは血虫の兜をかぶった状態でブラッドサーストを装備します。攻撃速度上昇効果は聖職者と血虫の兜で強化可能なのでこれでさらに攻撃速度を上げられます。次にブラッドサーストをお気に入り登録して、お気に入りメニューからホットキー登録をします。これでワンボタンでブラッドサーストを付け外しできるようになりました。この状態を作れたら一度セーブします。次にアーケーの祝福を得て最大体力を強化します。もともとはプラス25ですが聖職者と血虫の兜の効果でプラス39まで上昇してます。そうしたら水中に潜るなどして体力を削って、現在の体力がアーケーの祝福による増加分より低くなるよう調整します。この状態を作れたらまたセーブしてから、最初に作ったセーブデータをロードして、ロード中に設定したホットキーを押します。ロード完了後にブラッドサーストが外れていれば成功です。すぐにウンブラを装備して、振り回してみると、明らかに通常より攻撃速度が上がってます。これはデッドロードアンイクイッピングという最近見つかったばかりのグリッチで、一部の装備効果を永続化することが可能になります。これを使えば両手武器の攻撃速度の遅さが解消されて、ウンブラの優秀な攻撃力や富士効果を最大限活かせるようになるというわけです。ちなみに両手武器に限らずどの武器を装備しても攻撃速度は上がったままですが、ブラッドサーストを装備してしまうと、外した際に攻撃速度が戻ってしまうので二度と装備しないよう気をつけてください。デッドロードアンイクイッピングは全ての装備に有効なわけではなくて、一部のユニークな能力のみ永続化できます。血虫の兜のアンデッドへのダメージ強化にもデッドロードアンイクイッピングが有効なので、ついでにこちらも永続化しておきます。先ほどと同様にお気に入りメニューからホットキー登録して、セーブしてから体力を削った直後のセーブデータをロードします。ロードが完了したらすぐに直前のセーブデータをロードして、ロード中にホットキーを押します。ロード完了後血虫の兜が外れていれば成功です。試しに血虫の兜をかぶってない状態で装備を付け直してみましたが、ちゃんと血虫の兜をかぶってた場合と同様の強化を受けられてました。これで装備の付け直しの際にいちいち血虫の兜を装備する必要がなくなります。また血虫の兜の本来の効果はアンデッドの敵へのダメージ強化なので、こちらも永続化されてアンデッドに対して有利に戦えるようになります。
次は富士を安定して使い続けるためのアイテムを取りに行きます。ウィンターホールドから南の山を登って、アズラの祠へ向かいます。頂上でアラネアから話を聞いて、黒き星のクエストを開始します。ウィンターホールドの宿屋でネラカーから話を聞いたら、イリナルタの深淵へ向かうことになります。内部では主に資料術師が出現しますが、魔法耐性は上限まで上がってるので苦戦することはありません。というわけで採用で壊れたアズラの星を入手したら、ネラカーに渡して星の内部に侵入します。ここの敵も魔術師タイプのみなので特に苦戦することなく殲滅させて、元の世界に戻ったら黒き星が手に入ります。これは要するに何度でも使える黒痕跡で、人間を含めて根膜が有効な敵すべての魂を捉えられる上、重点に使ってもなくならないので痕跡切るの心配がなくなります。最後にこのビルドで使う鎧を取りに行きます。ウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、レイブンロックからひたすら北に進んで、ホワイトリッジの墓場の手前で東に曲がると、ベンコンジェリ家に到着します。ここに出現するリークリングはかなりの強敵で、スタミナ吸収によるパワーアタック連発でひるませつつ、体力吸収で回復することでどうにか戦っていくことができます。ただしウンブラは一発あたりの不種の消費量が多くこまめな充填が必要になります。黒き星があれば痕跡が切れることはありませんが、ほとんど1体倒すごとに充填が必要になるくらいカツカツの戦いを強いられます。そうしてどうにかボス部屋まではたどり着けるのですが、ボスとして出現するリークリングチャージャーは体力が高く途中で充填切れを起こす上に、攻撃力が高すぎて正面からの殴り合いでは絶対に勝てません。ただしリークリングチャージャーは旋回が遅いという弱点があるので、常に側面を取るよう意識すれば不樹なしでもどうにか倒せます。最王までたどり着いたら黒の章を読んで語られざる伝説を攻略します。ルーカーは現在のステータスでは辛い相手なので無視して、シーカーは魔法耐性があれば楽勝なので倒しながら進んでいきます。ただしここではルーカーとの強制戦闘があるので、最悪はバジャックの即死で突破しようと考えてたのですが、攻撃速度上昇と体力吸収の組み合わせが思いのほか強力で、普通に殴ってるだけで倒すことができました。というわけで最王の黒の書からブラックマーケットの能力を獲得します。この能力で呼び出せるデイドラ商人はプレイヤーのレベルに応じた不死鎧を必ず一つ販売するのですが、現在のレベルだと U ランクのスチールプレートの鎧が販売されます。それでは殴りリロードを繰り返して、スチールプレートの万力の腕当て U、スチールプレートのスタミナのブーツ U、スチールプレートの破壊術の兜 U、スチールプレートの破壊術の鎧 U を購入します。これらの鎧は帝国軍のドラゴン鎧よりも防御力は低いですが、不死効果で両手武器の攻撃力が上昇しますし、破壊上昇でウンブラの不死の消費を軽減できるので充填切れの心配がほとんどなくなります。これで暴走ウンブラの基礎は完成したので、あとはスカイリムの各地でクエストをこなしていれば自然と強くなっていくはずです。鎧をスチールプレートにしたのは単にレベルの問題なので、より上位の鎧が売られるようになったらその都度変えていって問題ありません。今回のビルドが最も得意としているのは複数の敵を同時に相手にするシチュエーションです。なぎ払いのパークを取得すれば横方向パワーアタックで前方の敵をまとめて攻撃できるのですが、このモーションは元々の速度が遅かった分攻撃速度上昇の恩恵が大きいです。これで複数の敵を巻き込めばそれだけダメージも増えますし、スタミナ吸収のおかげで連発できるのでひるませ続ければ行動の阻害にもなります。高速で複数の敵をなぎ払う爽快感はこのビルドならではなので、ぜひあなたも暴走ウンブラを作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。